ソシャゲ業界が潰れたのと、キモータアニメ業界がうまくいってないのも一緒で、金払いのいいやつに頼りすぎちゃったせいで、一般の人が面白いよねってお金を払うものを作るっていうのを後回しにしちゃったんですよね。最近読んだ本で印象的だったことがあります。日本には派遣会社が約3万6000社あるらしく、世界でトップクラスで多いそうです。人口当たりの数でも世界一多いそうです。日本は派遣大国なんですね。働く人を大量に雇い、ピンハネして儲けている組織や経営者がこれほどたくさん存在し、世界一だと驚きました。もともと派遣は一部業界以外は違法だったんですよ。港湾労働とか以外は。なので、他の国もその基本的には派遣労働っていうのは大体違法だったりするんですよね。で、フランスとかの場合だと、その短期で決められた期間契約しますっていうのであれば、もうその期間以降は絶対に雇用してはいけません。要は例えば、なんかワインの仕込みをします。なので、なんか4ヶ月働いてくださいとかの場合であれば、その4ヶ月間は働いてもらうんだけど、それ以外は絶対働いてはいけませんと。で、働いた場合めっちゃペナルティありますよみたいな感じで、そう、日本の場合って、なんか短期の派遣なんだけど、1年ごとに延長して、結果として5年、10年ずっと続きますっていうのを不可能にしてるんですよ。で、なんでそんなことにしてるのかっていうと、例えば自由にすればいいじゃんっていう考え方にもあるにあると思うんですけど、じゃあ、ストライキというのがなぜ認められているのか。最近はないんですけど、昔JR が国鉄って言われてる時代に、電車を止めるストライキとかやってたんですよ。で、ストライキって、やられると不便じゃん。なので勘弁してくれよっていうのがあるんですけど、そうは言っても、どう考えても従業員と経営者で比べたら、経営者の方が有利なんですよ。なので、従業員として対抗する手段を与えなきゃいけないよね。そのためにストライキをする権利というのを与えます。本来で考えたら、会社の資産というのを会社の社員が勝手に乗っ取って、運転するだかしないだか、じゃあ製品を作るだかしないだかっていう判断を従業員が勝手にしてしまうっていうのは、本質的には違法なんですよ。そこのじゃあ、商品を作る会社であれば、その会社の商品を作るための機械とかを、勝手に使えないようにするとか、封鎖するっていうのは、ある種横領みたいなもんじゃないですか。要は自分の会社のものを社員がその判断で、この機械使えませんとかってしちゃう。でも、労働者っていうのは立場が弱いから、そういう形でその対抗することを可能にしようっていうので、北朝鮮とか以外は、ほぼどこの国でもストライキの権利というのは与えられてるんですよ。で、じゃあなんで派遣が他の国でも認められてないかっていうと、派遣をいくらでも雇えるんだったら、正社員雇う必要なくなっちゃうよねって話なんですよ。要は正社員っていうのはクビにできませんとか、じゃあ働いてる時怪我した場合とかは、その病気になった場合は、それでも生活を維持させるために会社からお金を払わなければいけませんとか、それなりに労働者が有利な条件というのは正社員ではあるんですよ。でも派遣で、いつ切ってもいいよって人雇えるんだったら、正社員雇わなくていいじゃんっていうことになっちゃうので、なので、正社員のシステムというのを維持するために派遣を増やさないっていうのを、本来の日本はやってたんですけど、小泉政権の時代に、港湾労働者以外の派遣社員っていうのを認めることによって、実質的にはどの業種でも派遣社員いますよみたいな形になってしまって、で、本来であれば1年間しか雇えないのに、毎年毎年更新するっていう。で、逆に言うと、毎年更新するっていうのがあるので、じゃあ給料上げてくれよって言ったら、じゃあもうお前いらねえよってなっちゃうんですよ。正社員とかの場合、給料上げてくれないんだったらストライキするぞとか、みんなで寄ってたかって集まって文句言いますよっていう団体交渉権みたいなのがあるんですけど、でも派遣の場合だったら、じゃあ分かった分かった、じゃあ1年後にお前切るからもう関係ねえよみたいな。要は時給1200円を1300円にしてくださいって言っても、いいよお前切るから別にみたいなので、時給が上がらないっていうのがあったりするよね。なので、社会にとって良くないよね、派遣はっていうのが、割と日本以外の国では、ごく当たり前のルールなんですよ。本来違法だからね、他の国では。でも日本はそれが合法化しているっていう。で、派遣会社がなぜか大手を振って、普通に真っ当な会社のように、世の中に出回ってるっていう不思議な感じですよね。はい。植木屋の個人事業主37歳です。独立して12年経ちました。人を雇うか悩んでいます。人を雇えば一人より作業的に楽になるわかるんですが、雨で休んだり急な子供の熱に対応できなくなりますし、従業員の人生を背負うと考えるとストレスで負けそうで思いません。負けそうで雇えません。しかし将来を考えると現場を分けたり、私が風邪でも払ってくれるので雇った方がいいと思います。私はこのままでしょうか、それとも気持ち切り替えて人を雇い育てていくべきでしょうか。雇うのではなく、多分仲間の植木屋と連携する癖をつけた方がいます。雇った時に、その雇った人が自分の言う通りにちゃんと働いてくれるのかとか、
その人を育てられるのか。で、あと育てた人も独立して逃げる可能性があるんですよ。要はその自分が休みたい時のために育てたとして、でも結局逃げちゃいましたっていうと、何のために俺育てたのってなっちゃうので、なので同業の植木屋に頼むようにしてください。要は仲のいい同業の植木屋をいっぱい作って、で、ちょっと今日無理だからこれ代わりお願いできないみたいな。で、自分のこいつはいいやつだなと思う人を弟子にして育てて独立させるというのならありだと思います。要はずっと自分の部下として、便利な時に使おうじゃなくて、独立するための手段をいろいろ教えてあげるよと教えてあげて育てて、で、独立してっていうのの後に、じゃあ自分が休みが欲しい時にちょっとお願いみたいな、っていう感じの、部下とかではなく、ある程度同じラインの同格の人を作った方がいいんじゃないかなと思いますけども。会社員39歳です。退職金で山を買って、ソロ専用で会員制のキャンプ場をやろうと考えています。自分と同じような独身中年、友達少ない寂しいおじさんの居場所として需要を感じたためです。キャンプを歌いますが、用途は自由で山林の共同所有に近いイメージです。ダッシュ村のようなロマンもあると思います。まだ一般的な新しい事業になると思いますが、ひろきさん、感想お願いします。多分会員制キャンプ場って言っちゃうと、別に同じとこに行っても面白くないから、キャンプ場だったら他のとこでいいよってなると思うんですよね。結局会員制だと会員権みたいなところになって、それなりにコストが高くなっちゃうので、なので、高い金払うの嫌だよねってなっちゃうので、多分会員制ダッシュ村って言った方が引きがあると思いますよ。要は鶏育てたければ育ててくださいとか、畑作りたければ畑作ってくださいとか、この山は会員の人たちで自由に使うものです。なので、会員権1人50万円払って、月に1万円払ってください。ただそれだったら使い放題ですよとなれば、50万円会員権で置いといて、月1万円で使いたい放題だったら全然いいんじゃねみたいな人もいたりするので、なのでむしろ会員制ダッシュ村っていう方をメインにした方がうまくいくんじゃないかなと思いますけども。割と評価が高いみたいなので、はい。なので、もしうまくいったら、TOKIO を呼んでみてください。TOKIO の山口さん、暇なんだ、じゃなかったっけアニメ業界や声優業界が落ちるべたのは一部の肝タのせいか、肝タの要求を受け入れたアニメ業界のせいか、どちらでしょうか。ひろきさんの意見お願いします。多分、ソシャゲ業界が潰れたのと、肝タアニメ業界がうまくいってないのも一緒で、肝タとかソシャゲの金払いのいいやつに頼りすぎちゃったせいで、一般の人が面白いよねってお金を払うものを作るっていうのを、後回しにしちゃったんですよね。なので、萌えの可愛いアニメみたいなのって、ネットフリックスでは日本以外は全然流行んないじゃないですか。で、むしろ、なんだっけ、週末のバルキリアだっけ週末のワルキューレか。みたいな、別に萌えでも何でもないんだけど、海外でめちゃめちゃうまくいってますみたいな。っていうのだったりとか。で、割と海外でうまくいってるアニメだと結構高価なやつだったりとか、で、ゲームとかも、海外のじゃあ僕が今やってるクラッシュロワイヤルとかも、別に萌えとかとは全然関係ないところで、ゲームとして面白いよね。で、課金しても強くならんよね。みたいなのが、割と世界ではきちんとそれなりに利益を上げてたりするんですけど、っていう感じで、本質的の面白さを目指すのではなくて、一部の廃課金をする人たちっていうのを選んじゃうと、結果としてそういう事業を長続きしないよねっていう話なんじゃないかなと思います。